小学校で銃弾150発を乱射し無差別殺人を犯した男。彼がその人生に絶望してしまった理由とは。2023年3月21日、アメリカテネシー州ナッシュビル。午前10時前、富裕層が暮らす住宅街で車を走らせていたのはエイデン・ヘイル。地元ナッシュビルでイラストレーター兼グラフィックデザイナーをしている男性でした。懐かしいな。そう言ってヘイルが車の窓から見上げたのは丘の上に立つ石造りの校舎。その学校はキリスト教系の私立小学校コベナントスクール。彼の母校でした。そのままコベナントスクールの駐車場へ車を向かわせたヘイル。とっくの昔にその学校を卒業しているはずの彼は一体何のためにそこへやってきたのでしょうか。次の瞬間、ヘイルは意を決した表情で車から降りてきました。そして彼のその体は3丁の銃で武装されていたんです。小学校で150発もの銃弾を乱射し無差別殺人を犯した男。彼に取り返しのつかない事件を起こさせた元凶とは。男が言い残した言葉に残された意味は、自由にできない呪縛からの解放だったんです。おぞすけんちゃんです。みやみやみこんです。というわけでやみこさんね、僕の周りね、怪獣8号ってアニメが流行ってまして、私も大好き。はい、僕見てないんで、タイトルだけでどんな内容かちょっと想像しようかなみたいな。ちょっと聞かせて。怪獣がまあ出てくるじゃん。で、怪獣を倒す部隊と処理する部隊がいるんじゃないかなと思います。大体そうよね。じゃあ怪獣8号の正体を教えてよ。怪獣は1から8号までいて、それぞれ肉片を集めると、ドラゴンが出てきて夢が叶う。残念、9号までいます。9号は8号全土を連結する現れるドラゴンのことを9号って言うんですよね。あながち間違ってないかもしれないわね。マジ？間違ってるといえば間違ってるけど、間違ってないといえば間違ってないかもしれない。そうなんですね。正直言うと10分は見たのよ。10分見ちゃった。何？本日ご紹介するのはアメリカ・テネシー州で起こったナッシュビル小学校銃乱射事件について。小学校に侵入した犯人が教師や生徒たちを無差別に標的にしていった悲惨すぎる事件なんです。小学校ってことはさ、小学生たちがめちゃくちゃ狙われてるわけでしょ。それ聞くだけでめちゃくちゃ胸痛くなるわよ。それにね、加えてこの事件で奇妙なところはですね、犯人がね、一見ね、こんな事件を起こすような人には見えなかったってところなんです。人知れず社会に生きづらさを感じていたこの男は一体何者なんでしょうか。強行の知らせ。2023年3月21日、アメリカ・テネシー州ナッシュビル。午前9時54分、富裕層が暮らすグリーンヒルズ地区の私立小学校コベナントスクールの駐車場に1台の車がやってきました。運転席に座っているのはエイデン・ヘイル。赤いキャップにメガネをかけた白人男性でした。駐車場に車を止めると同時にスマホを取り出したヘイル。彼はインスタグラムを開き、次のようなメッセージを打ち始めます。僕は今日死のうと思う。これは冗談じゃない。きっとニュースで僕のことを聞くことになるよ。愛してる。また別の人生で会おう。ヘイルがメッセージを送った相手は中学時代一緒にバスケットボールのチームに所属していた友人。何を言い出すの？もっともっと生きて一緒にやりたいことがある。友人はすぐにヘイルのメッセージに返信しましたが、彼からはそれ以上何も応答はありません。不安になった友人はそこから防止ホットラインへ連絡。警察への通報を勧められ、軍保安官事務所へ連絡が入ることになるんです。願望があってさ、大量殺人企てるってありがちな動機ではあるわよね。ここからね、小学校に銃声が鳴り響き、教師や生徒たちは恐怖に逃げ惑うんです。車を降りたヘイルはその体にライフル、カービン銃、ピストルと3丁の銃を装備。彼はガラス張りの通用門を打ち破ると割れた扉をくぐり、校内へ足を踏み入れます。ヘイルの侵入にすぐに気がつき、その場を逃げ出そうとした学校の用務員。ヘイルは何のためらいもなく彼を撃ち殺してしまいます。銃口から上がった煙に反応し、鳴り始めた火災報知器。校内は騒然とし、多くの教師や生徒たちが避難を始めていました。みんなとにかく外へ逃げるわよ。そう言って3人の子供を引き連れ、1階へ続く階段へ駆け出した1人の教師。彼女は知る由もありませんでした。その階段から銃を携えた男が上がってこようとしているとは。白昼堂々、自身も死ぬ覚悟で小学校へ突入したヘイル。彼は人とは少し違う個性を持つ男性でした。その個性が受け入れられない環境で長年育ってきたヘイルは、もはやその人生に意味を見出せなくなっていたんです。
事件が起こる1年前の2022年、芸術系の大学を卒業したヘイルはイラストレーター兼グラフィックデザイナーとして働き始めました。アート以外だとゲームや映画、スポーツが好きです。あとは猫を2匹飼っていて、彼らと過ごす時間もとても大切にしています。20代の男性として何ら変わったところはないように見えるヘイルのプロフィール。また同時期に彼は SNS でこんな投稿もしていました。僕はこれからは男性として生きようと思います。そう、実はヘイルの生物学上の性別は女性。最近になって彼はトランスジェンダーであることを周囲に明かし、男性としての人生を生きようとしていたんです。これヘイルはさ、自分の生きたいように生き始めてたとこだったわけでしょ、だとしたら悩みは解決に向かってるじゃない。それなのになんでこんな事件企てんの？そもそもね、彼がね、堂々と男性を名乗り始めたのは20代も後半になってからなんです。その間ね、逆に言うともう20何年間もね、ずーっとこう個性を殺し続けてたわけじゃないですか。周りの目気にしてね。なので、もうその時点でヘイルっていうのは狂っちゃってたんですよ。信仰の矛盾。事件の約18年前、ヘイルは10歳前後の頃、後に自分が起こす事件の現場となるコベナントスクールに通っていました。天に増します我らの父よ、皆が生とされますように。校内の聖堂で熱心に祈りを捧げていたヘイル。そう、コベナントスクールはキリスト教系の私立学校。ヘイルの両親は敬虔なキリスト教徒だったため、彼もまたクリスチャンとして育てられていたんです。しかし、彼がキリスト教の教えを素直に受け入れていたのは幼少期だけの話。皆さんはヘイルが事件を起こす直前、友人にこんなメッセージを送っていたのを覚えているでしょうか。僕は今日死のうと思う。これは冗談じゃない。きっとニュースで僕のことを聞くことになるよ。愛している。また別の人生で会おう。このメッセージにはキリスト教の教えには存在しない考えが一部含まれていました。何そのメッセージってがダメとかそういうことなのかしら。でもそんなのさ、もうこの事件を起こすっていう段になったら関係なくなっちゃってんじゃないの？で、実はですね、ヘイルがね、キリスト教の教えとは違うことを言ってたっていうのはの部分じゃないんですよ。別のとこなんですよ。というわけで本日のメトラキーワードはキリスト教と輪廻転生について。輪廻転生とは仏教の考え方で生まれ変わりを意味するもの。仏教では何度も生まれ変わって善行を積んだ後、最終的に生の苦しみから永久に解放されることを目指します。一方、キリスト教においての死は天上の神から地上での罪を許され永遠の安息を得ること。一度死ぬとずっと天国で過ごすことになり、輪廻転生のような生まれ変わりの概念はありません。友人にまた別の人生で会おうとメッセージを送ったヘイル。その言葉は敬虔なクリスチャンとされていた彼のイメージとは相反していました。ヘイルが20代後半になるまでトランスジェンダーであることを明かさず女性として生きていたのは、両親が保守派のキリスト教徒だったため、彼は早くから自分が男性であるかのように感じていましたが、キリスト教では同性愛が良しとされない関係から、両親からは頑くなに認めてもらえなかったんです。そうした家庭環境の中でストレスを溜め込んだヘイルは、自分の意思で感情をコントロールできなくなる情緒障害を患っていました。まあ確かに20代後半までさ、自分の性別違和感感じながらそれを訴えることもできないっていう状況はもうそれで病気になっちゃうのは仕方ないことだって感じもするわね。ヘイルのね、口から直接語られたわけじゃないんで断言はできないんですけど、事件前後のね、彼の行動を見ていると、宗教絡みのことで相当悩んでいたっていうのが読み取れるんです。実はコベナントスクールを運営しているコベナント長老協会では、近年でも教会員が少女への性的暴行を働くなどの不祥事が起こっていました。そうした教会員の矛盾した行動を目にするうち、ヘイルは自分の宗教への不信感をより強めていったんです。僕が男を名乗るのは認められないのに、上の人間は平気で規律を破る。こんな理不尽なことあっていいのか。ヘイルが出身校のコベナントスクールを狙ったのは、敷地内の警備レベルを加味しての行動。ただ彼が抱いていた葛藤を思うに、自分の宗教への不信感がキリスト教系の学校への憎悪へと繋がったようにも思えるんです。そうやって怒りを募らせていったヘイルは、湧き上がるその感情を人知れず日記にしたためていました。できるだけ多くの人間を殺したい。白人の僕には権利があるはずだ。特にゲイを殺したい。このほかヘイルの日記には、白人でも農村部で暮らしている人々を表す別称クラッカーの言葉も。それまで自分の個性が認められなかった反動からか、彼は特定の個性を持つ人々への差別的言葉を日記に書き連ねるようになっていったんです。この日記の内容はちょっと理由とかそんなんじゃなくて、ただの暴言にしか見えないわよ。そうなんですよ。もうその時のヘイルは自暴自棄になってたんで、内容を見たってね、本当の正確な理由っていうのはね、計り知れないんですよ。こうしてね、小学校の襲撃へ臨んだヘイル。この事件の結末は、ある意味でヘイル自身が望んでいたものになったのかもしれないんです。16分間の恐怖。
2023年3月27日午前10時11分、通用門のガラスを破壊しコベナントスクールの校内へ侵入したヘイル。彼は1階で学校用務員を射殺した後、階段で2階へと向かいました。するとヘイルは階段を上がってすぐのところで逃げてきた教師1人と3人の子供たちと出くわします。彼は4人に向けて容赦なく発砲、血を流しその場に倒れた彼らの亡骸に歩み寄ると、もう動かなくなったその遺体にまた何度となく発砲しました。その後もヘイルは校内を徘徊しながらそこかしこに発砲、校長室から逃げようとした校長を射殺し、この時点で死者は6人に。こんなものクソくらいだ。校内の大聖堂でアダムとイブが描かれたステンドグラスを破壊したヘイル。彼のその振る舞いは自分が信じてきた宗教への失望をそのまま表すかのようでした。そしてちょうどその頃、ヘイルは通りに響くパトカーのサイレンを耳にしました。そう、彼が待ち望んだその時は刻一刻と迫っていたんです。コベナントスクールの校舎2階へ駆けつけた5名の警察官。長く続く廊下の向こうからはヘイルが放っているであろう銃声が何度となく響いている。向こうにいるぞ、注意して進め。警察一同は互いに声を掛け合いながら警戒しつつ銃声が聞こえる方向へと進んでいく。そして廊下を抜け大きな窓から光が差し込むホールへとたどり着いた時、いたぞ。警察がヘイルの姿を捉えると同時に放たれた4発の銃弾。次の瞬間、ヘイルはその場に力なく崩れ落ちた。ヘイルが射殺されたのは彼がコベナントスクールへ侵入してから約16分後のこと。その間ヘイルは校内で152発もの銃弾を放っていました。ヘイルは最初から死ぬつもりで来たんだもんね、この学校に。やっぱり最初から警察に撃たれて死のうって思ってたのかしら。そうだと思いますよ。この後の捜査ではですね、ヘイルが事前にね、襲撃に対する計画を綿密に立てていたってことが分かってくるんです。事件後の家宅捜索でヘイルは現場で回収された銃3丁を含め計7丁の銃を合法的に購入していたことが判明。その他彼の車や自宅からは手書きの学校の見取り図、侵入方法を詳細に記した図面、襲撃計画を記した文章など多数の証拠が押収されました。ヘイルは数ヶ月前から襲撃計画を立てており、警察はその間の日記20冊を彼の自宅で発見していますが、その全貌は未だに警察内部だけの機密とされているんです。先ほど説明したクラッカーなどの差別的発言が記された日記の内容は一部漏洩したもの。警察はそれ以外の日記の内容公開を多方面から要求されつつも拒否し続けているんです。日記の内容の公開はその他の犯罪者を刺激する可能性があり極めて危険です。警察がそう説明するほか、学校関係者や保護者の大半も日記の内容公開を望んでいません。日記には学校の機密情報が含まれている可能性があるほか、公開することで子供たちのトラウマになりかねないと考えられているんです。じゃあ警察はもしかすると本当の理由は知ってて黙ってるって可能性があるってわけ？その可能性はね、十分にありますよ。表立ってはね、取り留めのない内容だったって言ってるんですけど、それが本当ならね、別に公表したっていいわけなんですよ。なので、本当は相当なね、何か重要なことがそこにね、存在していたんじゃないかとも言われているんです。事件の2日後、2023年3月29日に開かれた被害者の追悼式にはバイデン大統領も出席。次のようなコメントを残しています。銃乱射は地域社会を引き裂き、この国の魂そのものを引き裂いています。学校が刑務所にならないよう、我々は学校を守るためにもっと努力しなければならない。バイデン大統領のその言葉に応えるかのように、テネシー州では事件が起きた3月中に学校支援官、つまり学校専門の警察官の雇用を認める法案が可決。翌月には全ての学校に学校支援官を配置する方針が定められ、日本円にして300億円の安全対策費が用意される運びに。このほかテネシー州では3人の議員が多数のギャラリーを連れ、銃の規制強化を訴えるデモ活動を展開。3人のうち2人は議員としての礼儀や規則に反していると断じられ、一時除名となっています。このようにコベナントスクールの
の事件は地元の著名人たちの間でも波乱を巻き起こし、テネシー州史上最悪の銃乱射事件と称されるように、学校への突入前にまた別の人生で会おうと友人にメッセージをしていたヘイル。たとえ両親に男性として生きる道を認められなかったとしても、彼の周りにはちゃんと認めてくれるような友人がいたように思えてなりません。それでもヘイルの中では他人を巻き込んで死を選ぶしか道がなかったというのでしょうか。もし皆さんの中にヘイルと同じように自分の生き方を認められず悔しい思いをした経験がある方がいれば、ぜひ意見を聞かせてください。